2000年にセガがドリームキャストで発売した現在でも多くのファンを持ち、セガのゲームでプレイステーションへの移植希望リクエストが一番多かった名作ゲームジェットセットラジオ。知る人ぞ知る名作に多くの影響を受け、オランダのチームレプタイルが開発したゲームがついにリリースになりました。今回はこのゲームの魅力をお伝えするとともに、良かった点、悪かった点などをレビューしていきます。2023年、私たちがリリースを一番期待していたそのゲームの名はボムラッシュサイバーファンク。ももです。ねえです。ついにリリースされましたボムラッシュサイバーファンク。今回先に総評からお伝えします。星5点満点中5点ですね。間違いないです。ジェットセットラジオ遊んでた世代はね、ぜひ気になる方はもう購入して間違いないと思います。本当に面白いゲームでした。僕はもう今回の作品は本家ジェットセットラジオを超えた大傑作だと思います。長らく発売を待った甲斐がありました。開発の皆さんお疲れ様ですって感じですね。本当にいいゲームをありがとうございますって感じです。ありがとうございます。ただその中でもね、気になった点っていうのはやっぱりありました。なので星5と言いつつも 4. 点いくつみたいな感じではあるんですけれども、ただ悪かった点というよりは、改善点というか、この要素もぜひアップデートとかで追加してほしいなっていう要望みたいな内容にはなってます。おおむね悪かった点っていうのはない印象です。なので自信を持っておすすめできる作品です。で、冒頭にも注意書きを記載しましたけれども、一応ストーリーの根幹とかにはあんまり触れないようにいきますけれども、クリアにあたっての解除できるアイテムとかについてはネタバレ動画になってますので、そちらはご覧いただく際にご注意いただければと思います。過去のシリーズを知らない方にもね、かなりおすすめできる作品にはなっているのと、この動画をきっかけにぜひ購入してみていただければと思うので、ジェットセットラジオを知らない方もね、安心してご覧いただければと思います。音楽が好きとかダンスが好きとかね、そういう方にも見てほしいですね。もちろんスケボーとか BMX 好きな方にもご覧いただきたい動画にはなってますね。ではボムラッシュサイバーファンクのご紹介やっていきましょう。ももさんゲームス。まずはざっくりとこのゲームがどんなストーリーになっているのかというのをお伝えしていきます。物語は主人公のフォーが警察署に捕らえられているところから始まります。決死の脱出に成功しますが、謎の男の攻撃によりフォーは頭部を失ってしまいます。頭部を失ったフォーは仲間たちに新しいメカの頭をつけてもらいレッドと名付けられ、なんとか生き延びることに成功しますが、記憶をなくしています。彼は自身のルーツを探して街一番のグラフィッククルーオールシティを目指すボムラッシュクルーのトライスとベルと力を合わせオールシティを目指します。縄張りを獲得すればするほどレッドの頭を切り落とした者の正体とレッドがどのような人間だったか、どれほど深くグラフィティの世界と結びついているかが徐々に明らかになっていくというストーリーです。ストーリーはね、結構しっかりしたストーリーがありました。展開もね、意外な展開もあって非常に面白かったです。で、ちなみに主人公が FAUX って書いてこれ4って読むんですけど、英語で4っていうのがね、偽物って意味なんですよね。なのでこの意味っていうのも後々深く関わってくるので、ストーリーも非常に面白かったです。で、このゲームがストーリーをクリアしないとできない要素っていうのが結構あるので、まずはストーリークリアを最優先に進めていいと思います。で、ストーリーを進めていく中でチュートリアルになっている部分っていうのも非常に多いので、初めてこういったゲームをプレイする方でもストーリーを進めていけば基本的な遊び方というのは全て学ぶことができるので、この動線もすごくよくできてるなっていう印象でした。なのでジェットセットラジオをやったことがない方とかはね、もうまっすぐストーリーを進めてまずはプレイに慣れていくっていうのでもいいと思います。開放できないアイテムとかももちろんなんですけど、クリアしないとね、いけない場所とかも結構あるんですよ。なので寄り道するのも楽しいゲームではもちろんあるんですけれども、まずはストーリークリアを最優先で個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。で、このゲームの進め方なんですけれども、各ステージチャプター1からチャプター6まであります。で、一つのチャプターが寄り道する時間とかも含めて1時間前後ぐらいでクリアはできるんじゃないですかね。6に関してはちょっと長いかもしれないです。で、メインメニューに戻ると一応セーブされるんですけれども、なんかね、そのままゲーム終了するとそのセーブデータが飛ぶことがあるみたいで、僕一回ね、2つ分のチャプターのデータ吹っ飛ばしちゃってね、4時間ぐらいやり直しになっちゃったんですよね。これがね、ちょっとめんどくさかったです。なので、ゲームをやめるときは、メニュー画面に戻ってから、一回ロード入れて、ゲーム起動してチェックした方がいいかもしれないですね。せっかく進めたゲームのデータ消えちゃったりするとマジめんどくさいと思うんで、全部のステージがですね、まずは REP ポイントっていうのを貯めるためにグラフィティを壁にバンバン書いていきます。で、ある程度書くとその縄張りを支配しているクルーのキャラクターが出てきて、そのキャラクターのミッションっていうのをこなします。このミッションで
遊び方が覚えられるって感じですね。で、そのミッションをクリアすると、またそのエリアの中の新エリアが開放される。1の1から1の2に行けるみたいな感じですかね。で、各エリアにこのロボが手を挙げたような看板みたいなのがあるんですけど、これをね、トリックを途切れずに規定の数取ると、このロボのマークの扉が開いて入れるようになって、そこにね、隠しアイテムがあったりとか、それで別のエリアにショートカットできるようになったりとか、そんな要素もあったりします。で、各エリアにこんなところから行けるんだみたいな抜け道があって、隠し部屋みたいなのもたくさんあったりするので、それを探すのももちろんめちゃめちゃ楽しいです。ただ先ほどもお伝えした通り、その隠し部屋っていうのがストーリーを結構進めないと入れないとか、クリアしないと入れない場所っていうのもあったりするので、後から探すのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。っていうのをいくつかこなすと、最後クルー対決っていうのが始まって、クルー同士でたくさんトリックを決めて、ポイントが多い方が勝ちっていうバトルが始まります。で、このバトルの審査員でね、オールドヘッドっていう3人組が出てくるんですけど、アディダスのジャージにケープがついたような衣装を着ていて、なんかね、ランディ MC っぽい感じのデザインで、一人ロボがいたりするんですけど、いや、このキャラめちゃめちゃいいっすよね。このデザインめっちゃ好きです。これ最高っすね。いや、ぜひプレイヤブルキャラクターで俺はオールドヘッドを使いたいですね。このメカメカしい感じも混ざってたりするのがもうデザインとして最高です。謎の男はね、広角機動隊の立ちコマみたいなのに乗ってたりするんで、この80年代のヒップホップ感とサイバーチックなロボ感が混ざってるっていうこの世界観も最高っすね。で、その後たまにボスが出てきたりなんかもします。このボス戦も結構ね、でっかいボスだったり、飛び回るボスだったり、派手な演出があって、アクションゲームとしても非常に面白かったです。で、そのエリアでできることをクリアすると、レッドの記憶をたどるステージというのが始まって、この記憶のステージっていうのがね、なかなかぶっ飛んだ設定で、キャサリンとか、もっと古いゲームだとマックスペインみたいなね、あの頃みたいな感じの異次元空間でゴールを目指す記憶ステージっていうのが始まる。基本的にはこの流れがチャプター6まで続いていくっていう感じですね。一応最後はね、ラスボスみたいなのがいたりもします。で、ジェットセットラジオと違ってね、グラフィティ書くのにスプレー缶を拾うっていうのが必要ないんですよ、このゲーム。なので、いつでもスプレー缶っていうのは無限に使えるんで、これは良かったですね。なので、バンバンスプレー缶でグラフィティ書いていくっていうのを楽しめると思います。ただね、グラフィティを書いてると、グラセフでいう警察の手配度みたいなのが上がって、どんどん警察のね、邪魔が多くなってきてしまうので、これ結構めんどくさいなって感じです。では、良かった点と悪かった点についてですね。今回も悪かった点からお伝えしていきます。まずトリックがちょっと少なめですかね。ブーストボタンを押しながらトリックの各3つのボタン、もしくはグラインド中に3つのボタンいずれかを押すだけっていうのがトリックになっていて、あと一応スライディングとかもあったりはするんですけど、なんかもうちょっとコマンド入れてトリック決められるみたいのがあったらいいなっていうふうに個人的には思いました。ただこういうゲーム遊んだことない方に向けてっていう意味ではシンプルでいいかなとは思うんですけれども、ジェットセットラジオ以外にもね、トニーホークプロスケートとか、こういうインラインスケートとかスケボー系のゲームを結構数やってきた僕からすると、ちょっとトリック少ないなっていう風には感じましたね。あとはね、ビデオのエディットモードっていうのがないんですよ。で、このゲームのデモ画面みたいな感じで、自分がプレイしたトリックとかコースをいろんな角度からね、自分で後でこう、ビデオ編集できるみたいな機能、グラセフでビデオエディターっていうのがあったと思うんですけど、そういう機能がこれついてないんですよね。これはね、アップデでぜひ追加してほしいですね。やっぱりポイントっていうのももちろん大事だと思うんですけど、ポイント抜きにしてこう自分の好きなトリック決めてね、それを後々自由に編集できるみたいな機能っていうのはやっぱあった方がいいとは思うんですよね。なので、ビデオエディター機能っていうのはぜひ追加してほしいなと思っております。あとキャラクターがカメラを持っていて、それで自撮りと外の撮影っていうのはできるんですけども、これほぼほぼ使えないですね。なんかあんまりいい写真が撮れないので、このカメラの機能はちょっとなんか微妙でしたね。ジェットセットラジオにあったグラフィティを自由に自分で作れる機能、あれ欲しかったっすね。僕あると思ってたんで期待してたんですけど、今回なかったですね。残念。僕このゲームでももさんゲームスの新しいロゴ作れたらいいななんて期待してたりはしたんですけど、それなかったんですよね。これちょっと残念でした。そして BGM がね、なんかアーティストとのコラボとかもあってもよかったんじゃないかなというふうには思いました。この感じだと例えばウータンクランとか、リル・ウェインが最近ね、ストリートファイター6のアンバサダーとかもやってたんで、ヒップホップだとその辺もコラボできたりするんじゃないかなとか、
あとは若者向けの音楽だと夜遊びとか、その辺とかもね、あとカプセルとかね、中田泰孝とかコラボがあっても話題作りには面白いんじゃないかななんて思ったりしました。今後ね、こういう曲が追加になりますよとかであって、またこのジェットセットラジオをやってきた世代とか、こういうゲームが好きな人以外のね、また幅広いマスに向けて PR っていう意味で、なんかそういうコラボが今後追加であったりしてもいいんじゃないかなと思ったりもしました。とは言っても今回のサントラマジ最高なんで、今この動画の裏でかかってるのもね、このゲームで実際にかかってる曲を今回使ってるので、この音楽だけでもね、満足っていうのはもちろんあるんですけれども、さらにそういうのがあって向かったんじゃないかなっていうふうには思いました。で、全クリまでできることが少ないっていうのもちょっと僕個人的にはね、残念だったなって思いましたね。僕ね、基本的にゲームってストーリーそっちのけで遊びたいっていうのがあったりもするんですよ。収集要素とかは最後まで全部できるっていう方が自由度が高くいっぱい遊べるっていうのはあったんじゃないかなと思うんですよね。なのでストーリー全部クリアしてからやってない部分をやり込むっていうのもありだとは思うんですけれども、なんかね、僕も正直このゲームレビューをしないんであれば、もうじっくり時間をかけて一つ一つのステージコンプしながら遊びたかったなっていうのはあったので、個人的にはちょっとね、その全クリまでできること少ないっていうのは悪い点っていう風に捉えました。続いてはいい点ですね。こっちの方はね、もうたくさんありますよ、やっぱり。まずはジェットパックのブースト機能ですね。これがあることによってね、ジェットセットラジオからさらに進化したなっていうのを感じました。ローラーコースターみたいにね、ぐるんぐるん進めるところがあったりとか、このブーストがあることによって逆さまになって滑るとか、実際現実ではありえないけれどもゲームとして楽しめるグラインド要素っていうのがめちゃめちゃ増えているので、これすごい良かったですね。最高です。スケボー、インラインスケート、BMX が選べるっていうのもいいですね。これ好きなキャラクターに好きな乗り物で遊べるっていうのは非常に良かったです。自由度の高いね、好きなキャラクターをカスタマイズできるみたいな感じもあってとても良かったです。また各キャラクター色が4種類選べるので、これもいいですね。すごくいい要素だと思いました。そしてステージかなりバリエーションがあって豊富なステージ、面白いと思いました。で、後半にかけてはね、ファストラでタクシーを使って好きなステージに移動もできるので、やり込みたい時にね、今日はどのステージで遊ぼうかなとかっていう風に選べるっていうのも非常にいいですね。これもめちゃめちゃいい要素だと思いました。キャラクターデザイン最高です。先ほども伝えたね、ランディ MC みたいなスタイルとかマジいいですね。これ最高ですね。そしてキャラクターの数もかなりの数があります。僕まだね、全部解除してないんですけれども、各ステージでね、全クリした後はボスキャラとかも仲間にすることができるし、各ステージにね、ミッションこなすことによって仲間になってくれるキャラクターがいたりもします。で、現在ダウンロードコンテンツのキャラクターもあるっていうことなんで、バリエーション多いですね。非常にいいと思います。そしてダンスの種類がめちゃめちゃあります。各エリアのクルーがね、ロッキン、ポッピン、ブレイキン、ハウスとかね、クルーによってダンスのスタイルが違うっていうのがあるんですけれども、そこをクリアするとね、そのダンススタイルを手に入れて、自分のプレイヤーもそのダンスをすることができるっていうのがあるので、これ非常に面白い要素で楽しいなって思いました。ダンス好きな人とかにもね、これ刺さると思いますよ。すごい楽しい要素でした。隠しアイテムを見つけると好きな BGM を選べるっていうのもいいですね。自分の好きな曲をかけながらトリックの練習をしたりとか、のんびり遊ぶ時にね、気分によって激しい曲をかけたり、まったりした曲をかけたりとか、そこを好きなように選べるっていうのも非常にいい要素だと思いました。以上の内容を踏まえてね、いい点悪い点総評して何年もやり込める神ゲーとして評価されてもいいゲームなんじゃないかなっていうふうに個人的には思った最高のゲームではあります。で、今後ね、なので今お伝えしたところをアップデートしてほしいなっていうのと、新しい BGM、新しいエリア、あとはエディットモードですね。あと新しいキャラクターとかもね、今後も増えたらいいなって思うので、これはちょっと運営さんの方にもメッセージでお伝えしたりしつつ、今後またさらにね、このゲームがボリュームアップしていって何年も楽しめたらいいなと思っております。というわけでいかがでしたでしょうか。今回はボムラッシュサイバーファンクのレビューをお伝えしていきました。前回半年前ぐらいにこのボムラッシュサイバーファンクのご紹介の動画を上げた時にね、コメントたくさんいただいた方ありがとうございました。ありがとうございます。その中にね、未だにドリームキャストでジェットセットラジオやってるなんて方もいたので、今回このボムラッシュサイバーファンクもね、なかなかこのようなゲームっていうのはないので、もう何年も何十年も遊ぶ方っていうのがまた出てくるようなゲームになってるんじゃないかなと思いました。なのでね、今後も追加のアップデートとかが随時行われていったらいいなと思いつつ、もし続編がまた発売されるというのがあればね、今回のお伝えしたこういうのあっ
ったら嬉しいなという改善要素であったり、いろんなアーティストとのコラボとかね、そんなのもあったらいいんじゃないかなと思いました。オムラッシュサイバーファンクは Steam、Nintendo Switch にて発売中です。なので現在 Steam と Nintendo Switch でしか遊ぶことはできないんですけれども、売り上げによってはね、また PlayStation とかに拡大していくらしいので、ぜひね、今購入できるという方は購入して遊んでみてはいかがでしょうか。本当に面白いゲームです。いや、間違いないと思います。個人的にはもうこれが今年のゲームオブザイヤーだと思ってるので、スターフィールドとかもね、来月発売されますけれども、個人的にはこのゲームが僕は今年一番だと思ってるので、またね、やっとストーリーも終わったので、のんびりプレイしながらコンプリートしていきたいなと思ってるので、超おすすめのゲームなんでね、ぜひ皆様遊んでみてください。で、現在チャンネル登録者数1000人を目指して、こんな感じでちょこちょこマイペースにはなりますが動画を上げています。で、プレイ時間4000時間っていうね、もう一つの YouTube の収益化するまでの条件っていうのはクリアできそうなんですけれども、いかんせん今のところ登録者数、チャンネル登録をしていただける方っていうのが足りないので、ぜひ皆様ね、登録をして通知はオフにして、気が向いたらまとめてみるとかでも全然構わないので、今日の動画良かったよと思っていただいた方はね、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では他にもいろんな動画出してますので、ぜひご覧になってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。